これね、常備菜には最高だと思います。これぐらい出てくるんですよね、水分が。漬け込んだジュースがまた美味しいんですよね。最高の人参料理の一つですよ、これは本当。さあどうも、皆さんいかがお過ごしですか。こちらはね、今日はね、風がすごくてですね、もう吹き荒れてますね。完全に何もかも吹っ飛んでってます。それはさておき、今日紹介していくのはですね、人参のサラダです。人参のサラダ、キャロットラペですね。いや、これなんで作ろうかと思ったかというと、この前ちょっとお知り合いのね方とお話ししてて、たまたまキャロットラペの話になったら、居酒屋のおつまみねと。いや違うんだって、これ完全にちゃんとしたフランス料理っていう話をねしたんですよ。はい、フランス料理なんです。しっかりとしたクラシックなので、ちょっとそのやり方、結構簡単に作るやり方があるんで、簡単に作るというか、簡単な材料で作るやり方、ちょっとね紹介したいと思います。というわけでやっていきましょう。じゃあ、材料紹介です。めちゃめちゃシンプルですね。人参で、白ワインビネガーなんですけど、普通のお酢で大丈夫です。皆さんのご自宅にあるお酢使ってください。で、オリーブオイルと、なんとオレンジジュースですね。 100% にしてください。と白胡椒、あとお塩。もうこれだけです。基本はこれだけ。これでめちゃめちゃ美味しいのができちゃうわけですよ。キャロットラペはね、フランスのビストロに必ずと言っていいほどありますからね。もう超作り置きに向いてますからね。日を重ねるごとに美味しくなるっていうね。で、千切りするんですけど、今回はこのねスライサーですね。もうこれでこうぐーっとスライスしていくだけですね。手切らないようにね注意しましょう。こういう時はね、だいたいこういう手袋しといた方がいいです。だからこういうスライサーがねご自宅にない方は、やっぱピーラーですよね。ピーラーでもね全然できますけどね。ちょっとやってみると、こうひたすらこのなんかピーラーの面で剥ききれないぐらいこっちが広くなってきちゃったら、この断面ですね。そしたら向き変えて、またこんな感じで、あとはあれか、もうそのまま千切りみたいな感じにできる道具もあるんで、それ使ってもらってもね大丈夫ですね。ちょっとね、やっぱあれだと若干太いと思うんですよね、個人的には。ちょっとだけ太い。包丁の長さとほぼ同じぐらいになっちゃって、なかなかね千切りしづらいんで、半分にしちゃいましょうか。もう簡単で、あとは千切りするだけです。これをね細かくやってあげれば味も染み込みやすいんで、やっぱね、いかに味染み込みやすい状態にするかがこのキャロットラペのポイントなんで、すごい細くはないけどそこそこ細いですね。千切りはやっぱこうみんな通りますよね。なんかね、でも言われましたね、先輩にも。お前のはそんなん千切りじゃねえみたいな。線っていうのはもうめちゃめちゃ透けるぐらい薄くなることだみたいなね。おとなしく、はいその通りですっつって。怖かったな。何しても怒られてたな。でもね、何しても怒られてたんですけど、ある日なんかね覚醒するんですよね。ある時を境に、昨日までの俺とは違うぜっつって。そうなるとね、なんか多分伸びると思うんですよ。こんなに毎日千切りだけをやり続けてて、俺の将来大丈夫なんだろうかっていうね、思った日々結構 ありましたね。でもそれがあったからのね今だとも思うんでね。はい、ということで千切りが全部終わったんで、ボウルでまず人参の味をしていきます。このね人参にしっかりと味しておくこと大事ですね。塩全体に軽くですね。これでしっかりと揉み込んでおきましょう。これでね、人参から水分をしっかりと出しておく。これがね何よりも大事かもしれないですね。で、あと塩しないとね、人参の中の水分が邪魔して味がぼやけるんですよね。そのまま食べても、十分に食べ飽きないかなっていうぐらい。このまま一旦塩を揉み込んでちょっと放置しておきます。で、その間にこのオレンジジュースを使ってちょいとねドレッシング的なものを作ります。70ぐらいですかね、人参2本に対して。で、お酢、ここでは白ワインビネガーにしてますけど、普通のお酢で大丈夫です。お酢15から20ぐらいで、オリーブオイルはねちょっと多めですね。やっぱちょっとドレッシングっぽいものを作るんで、オレンジジュースと同割
かな、同割りよりちょっと少ないかなぐらいにしておきましょうか。ここにも塩ちょっとします。あと白胡椒15カリカリぐらい。いい感じになってきましたね。でここでクミンとかお家にある方はね、クミン少しパウダー入れても大丈夫です。あとは、レーズンですよねとかあったら、レーズンは人参の方に入れて、クミンはこっちのドレッシングの方に入れて、もうめちゃめちゃうまいです。今回は本当ベースになる味付けなんで、オレンジジュースもうちょっと足しましょうかね。これでねドレッシングは完成です。めちゃめちゃ簡単で、人参の方はもうね5分ぐらい置いておくと本当にね水分がぐーっと出てくるんですよ。これぐらい出てくるんですよね、水分が。これがねやっぱりこうしっかりと人参の外に出しておく必要がある水分ですね。これ、これねドレッシングの方にとりあえず入れて、いやそうしたらこれねこの中にドレッシング入れるのと何ら変わんないじゃないかっていう話にもそうじゃなくて、これに入れてもう一度味確認します。ここで人参のエキスも加わって、で改めてこのドレッシングがしっかり味が決まってるかどうか、薄まってないかどうかっていうのを確認しながらこっちに入れても遅くないですよね。なんでやっぱそういうね最終チェック、やっぱ人参のエキスってあんまりね塩味じゃないから、ちょっとねここでまた塩足して、これで初めてこっちに入れます。水分をなくしてしまった人参が水分を欲してる状態なんで、水分の多いドレッシングっていうイメージですかね。でこれで漬け込む。これがうまいんだ。ちゃんと全体に合わせてくださいね。これ意外とねこう千切りが細すぎると中に入り込みづらいんですよね、液体が。だからこうちゃんとほぐして、はい、で味見ますね。まだ浅漬けの状態なんで、もう気持ちよいですね。で、白胡椒も。でこれで最低30分ぐらいは漬け込みます。火をねまたげばまたぐほど味めちゃめちゃ染み込んで、何とも言えないねこう深みのある味になってくるんで、これね常備菜には最高だと思います。美味しくなってくれっていう、美味しくなってくれっていう落としラップ。はい、じゃあ冷蔵庫をしまっておきます。ということで漬け込み終わったんで盛り付けていきます。もうね盛り付けはね至ってシンプルですね。パスタのようにちょっとねじってもいいですし、そのまま、ズボッと添える感じでも全然大丈夫ですね。少しこうねこんもり高い方が美味しそうに見えるかもしれないですね。あればセルフィーとかをねこうやって添えます。漬け込んだジュースがまた美味しいんですよね。いただきます。パスタっすね。もう野菜のパスタ。よし、最高の人参料理の一つですよこれは。本当白ワインとか、お酒とかと一緒にキャロットラペつまむのが最高にいい時間ですね。キャロットとオレンジってやっぱ相性がすごいいいんですよ。フレッシュのオレンジ使う場合も実際あって、フレッシュのオレンジの果肉混ぜたりとかするんですけど、そもそもオレンジジュースとかの方がなんでしょう、ハードルが低いというか、味もね染み込みやすいですね。そう、体調ね、なんか体調最近優れないなっていう時キャロットラペ僕食べるんですよね。そうするとねバチコリ OK になりますね全部。はい、というわけで、キャロットラペでした。いろんな作り方あるんですけどね、レモン汁を使ったりマスタード入れたりとか、いろいろあるんですけど、こういうような感じでもう極力アイテム少なめ、これでかなりね味決まったキャロットラペ作ることできるんで、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。体にもいいんでね、もりもり食べてください。というわけで、フランスのねクラシックな野菜料理の一つでした。また次回の動画も楽しみにしておいてください。それじゃあまた。
アビアント。